皆さんこんにちは。私はカリナと申します。金子ちゃんの友達です。私は今、東京で一人暮らしをしています。東京は日本の首都でとても大きく人がたくさんいます。高いビルが多く、道はいつも賑やかです。初めて東京に来た時は少し不安でしたが、今はこの街が大好きです。私は毎朝6時半に起きます。目覚まし時計が鳴って目が覚めます。少し眠いですが、頑張ってベッドから出ます。まずトイレに行って顔を洗って歯を磨きます。その後、簡単なストレッチをして体を動かします。7時ごろ朝ご飯を作ります。大抵ご飯と味噌汁、卵焼きと野菜を食べます。時々パンとコーヒーにしますが、私は和食の方が好きです。朝ご飯を食べながらニュースを見て天気や電車の情報もチェックします。8時過ぎに家を出て電車で学校へ行きます。駅まで10分ほど歩きます。東京の朝はとても混んでいて電車の中は人でいっぱいです。でも電車は時間に正確なのでとても便利です。電車の中では本を読んだりスマートフォンで日本語を聞いたりします。時々眠くて少しだけ寝ますが寝過ごさないようにアラームを設定します。9時に授業が始まります。私のクラスは10人ぐらいです。みんな違う国から来ました。中国、ベトナム、タイ、アメリカなどいろいろな国の友達がいます。先生は優しくて楽しいです。クラスでは文法、漢字、会話、聴解などを勉強します。日本語は難しいですが、毎日頑張っています。10時半に休憩があります。少し話したり水を飲んだりします。12時になると昼休みです。昼ご飯は友達と一緒に食べます。学校の近くにコンビニやカフェがあります。時々お弁当を作って持って行きます。私はおにぎりやサンドイッチを作ることが多いです。昼休みの後、少し散歩したり写真を撮ったりします。午後の授業は1時から3時までです。
時々テストもありますが、みんなで一生懸命に勉強しています。学校が終わったら、友達とスーパーに行ったり、カフェで話したりします。私は夕ご飯の材料を買います。安い野菜や肉を探します。日本のスーパーはとてもきれいで、見ているだけでも楽しいです。時々図書館に行って日本語の本を読んだり、宿題をしたりします。図書館は静かで集中できます。5時半ごろに家に帰ります。手を洗って夕ご飯を作ります。よく作る料理はカレーライス、チャーハン、うどんなどです。レシピを見ながら少しずつ料理が上手になってきました。夕ご飯の後は皿を洗って掃除をします。その後、テレビを見たり、YouTube で音楽を聴いたりします。時々、母に電話して、今日のことを話します。8時頃から宿題をしたり、日本語の復習をしたりします。ノートに漢字を書いたり、CD を聴いたりします。勉強の後はシャワーを浴びてパジャマに着替えます。10時半ごろ日記を書きます。今日は何をしたか、どんな気持ちだったかを簡単な日本語で書きます。そして少し本を読んでから11時頃に寝ます。東京での生活はとても忙しいですが、毎日が新しくて楽しいです。これからも日本語をもっと上手になりたいです。そして一日一日を大切に過ごしたいと思います。皆さんこんにちは。私はカリナと申します。金子ちゃんの友達です。私は今、東京で一人暮らしをしています。東京は日本の首都でとても大きく人がたくさんいます。高いビルが多く、道はいつも賑やかです。初めて東京に来た時は少し不安でしたが、今はこの街が大好きです。私は毎朝6時半に起きます。目覚まし時計が鳴って目が覚めます。少し眠いですが、頑張ってベッドから出ます。まずトイレに行って顔を洗って歯を磨きます。その後、簡単なストレッチをして体を動かします。
7時ごろ朝ご飯を作ります。大抵、ご飯と味噌汁、卵焼きと野菜を食べます。時々、パンとコーヒーにしますが、私は和食の方が好きです。朝ご飯を食べながらニュースを見て、天気や電車の情報もチェックします。8時過ぎに家を出て電車で学校へ行きます。駅まで10分ほど歩きます。東京の朝はとても混んでいて、電車の中は人でいっぱいです。でも、電車は時間に正確なので、とても便利です。電車の中では、本を読んだり、スマートフォンで日本語を聞いたりします。時々、眠くて少しだけ寝ますが、寝過ごさないようにアラームを設定します。9時に授業が始まります。私のクラスは10人ぐらいです。みんな違う国から来ました。中国、ベトナム、タイ、アメリカなどいろいろな国の友達がいます。先生は優しくて楽しいです。クラスでは文法、漢字、会話、聴解などを勉強します。日本語は難しいですが、毎日頑張っています。10時半に休憩があります。少し話したり、水を飲んだりします。12時になると昼休みです。昼ご飯は友達と一緒に食べます。学校の近くにコンビニやカフェがあります。時々お弁当を作って持って行きます。私はおにぎりやサンドイッチを作ることが多いです。昼休みの後、少し散歩したり写真を撮ったりします。午後の授業は1時から3時までです。時々テストもありますが、みんなで一生懸命に勉強しています。学校が終わったら友達とスーパーに行ったり、カフェで話したりします。私は夕ご飯の材料を買います。安い野菜や肉を探します。日本のスーパーはとてもきれいで、見ているだけでも楽しいです。時々図書館に行って日本語の本を読んだり、宿題をしたりします。図書館は静かで集中できます。5時半ごろに家に帰ります。手を洗って夕ご飯を作ります。よく作る料理はカレーライス、チャーハン、うどんなどです。レシピを見ながら少しずつ
料理が上手になってきました。夕ご飯の後は皿を洗って掃除をします。その後、テレビを見たり、YouTube で音楽を聴いたりします。時々、母に電話して、今日のことを話します。8時頃から宿題をしたり、日本語の復習をしたりします。ノートに漢字を書いたり、CD を聴いたりします。勉強の後はシャワーを浴びてパジャマに着替えます。10時半ごろ日記を書きます。今日は何をしたか、どんな気持ちだったかを簡単な日本語で書きます。そして少し本を読んでから11時頃に寝ます。東京での生活はとても忙しいですが、毎日が新しくて楽しいです。これからも日本語をもっと上手になりたいです。そして一日一日を大切に過ごしたいと思います。